阿寒カルデラは、北海道東部に位置する大型のカルデラです。しかし、カルデラというには輪郭が少し不明瞭で、しかも円形ではありません。このような形状となったのは、100万年以上の長期にわたり変貌を続ける阿寒カルデラの複雑な形成史によります。カルデラ内には深い森が広がり、森には湖が点在し、そして噴気を上げる火山がそびえています。これら美しい阿寒の風景は、変貌し続ける阿寒カルデラの今だけの姿です。阿寒カルデラの位置する北海道東部は、カムチャツカ半島から連なる千島湖の南西端にあたります。ここでは、太平洋プレートが千島海溝に対して斜めに沈み込んでおり、引きずられた火山列が岩坑配列を形成しています。阿寒知床火山列の南西部は、千島湖の中でも特に大規模なカルデラが密集する地帯です。阿寒カルデラの活動開始は約170万年前に遡ります。それから現在までの長期間にわたり多量のマグマを供給し続ける極めて長寿命なカルデラです。阿寒カルデラの活動は最初、北海道中央部のカルデラ噴火と並行して続きました。約100万年前には、十勝三俣カルデラで総噴出量130立方キロメートルを超える巨大噴火も発生し、北海道東部にも多量の火山灰を堆積させました。50万年前には北海道中央部の大規模噴火はほぼ収束しますが、その後も阿寒カルデラの活動は収まらず、40万年前からは東隣の屈斜路カルデラと競い合うように大規模噴火を続けます。阿寒カルデラは約15万年前を最後に、現在までカルデラ形成レベルの噴火は発生しておらず、その後は屈斜路カルデラの大規模噴火が活発です。直近3万年を見ると、摩周火山の活動が特に活発です。いずれにしても、北海道東部では、阿寒屈斜路摩周のカルデラ密集エリアで巨大噴火が頻発していることがわかります。100万年以上活動している阿寒カルデラですが、カルデラ形成噴火は毎回同じ場所から発生したわけではありません。カルデラは通常円形に近い形状となりますが、阿寒カルデラは南西から北東に伸びた長方形あるいは楕円形に近い形状となっています。さらにカルデラ内部の地下構造を見ると、3つの低重力異常域があり、東西方向に連なっているように見えます。3つの目玉は、オアカン岳の南西麓、阿寒湖温泉街、そしてフップシ岳の西方に中心を置いています。これらは、それぞれが埋め立てられた小さなカルデラで、阿寒カルデラは少なくともこれら3つの小さなカルデラの集合体なのです。まず、約80万年前、現在の太郎湖、次郎湖を中心とするあたりで爆発的噴火活動が開始します。
ここで少なくとも2回の大規模噴火を起こし、小さなカルデラを形成しました。次に、約60万年前から50万年前の間に、現在の阿寒湖温泉街を中心とするあたりで3回の大規模噴火を起こし、ここでも小さなカルデラを形成しました。その後、30万年以上の非常に長い旧式を経て、約15万年前に、現在のフップシ岳の西部から阿寒カルデラ最大規模の噴火、AK2 が発生します。火砕流は、半径 40km 以上の広範囲にわたり流走して埋め尽くし、南は太平洋にまで流れ込みました。そして、相次ぐように AK1 も発生します。この最後のカルデラ形成噴火により3つのカルデラがつながり、現在の阿寒カルデラの大枠ができました。カルデラ内部には、多量の水をたたえ、小阿寒湖が誕生します。現在の阿寒湖やその他の湖沼群、温泉街などをすべて包み込むほどの大きな湖です。これ以後、小阿寒湖は、カルデラ内部の火山活動などによって徐々に埋め立てられ、現在の姿になるまで変貌を続けます。12万年前、東隣のクッシャロカルデラから大規模火砕流 KP4 が流入し、阿寒カルデラの北東端が埋め立てられます。11万年前になると小カルデラ火山の活動が始まり、カルデラの中央やや南西寄りに3つの清掃火山、フレベツ岳、白頭山、831メートル峰が誕生します。10万年前にはフップシ岳が誕生し、小阿寒湖の西側が徐々に埋め立てられていきます。2万年以上前、メアカン岳の山体を構成する南岳、1042メートル峰、東岳、中町根尻がそれぞれ誕生します。その後、カルデラ東部でオアカン岳が活動を開始します。オアカン岳は、多数の溶岩流を重ねて山体を積み上げてきた清掃火山です。爆発的噴火の例は少なく、静かな溶岩の流出がメインです。山の表面のほとんどは溶岩で覆われていて、しかも浸食されずにそのまま残っています。航空写真で見ると、多数の溶岩地形がはっきりと確認できます。前期の活動も溶岩の流出が中心で、1万3000年前までには現在より一回り小さい、標高約1100メートル程度の清掃火山を形成しました。その後、山頂部南側の山体が爆発により崩壊し、岩石雪崩が発生します。カルデラ南部では、ピリカネップ付近の浸食により徐々に湖水が流出していきますが、オアカン岳の溶岩と岩石雪崩堆積物によりせき止められた部分から北側には、湖が残存します。
現在のメアカン岳は8つの火山帯で構成されています。初期には1042メートル峰と南岳、次に東岳と中町根尻が形成されました。1万3000年前の時点では、現在の主峰である本町根尻のほか、北山、西山、阿寒富士もまだ誕生していません。1万3000年前、中町根尻火口で爆発的噴火が頻発し、大規模な火砕流が発生します。この火砕流噴火は最盛期にはプリニー式噴火と同時に発生しました。流は河口から地方の谷沿いに流下して山麓に堆積し、東は現在の阿寒湖畔近くまで到達しています。中町根尻はこの後も9000年前、6000年前と2度火砕流を噴出し、それぞれラワン川、モアショロ川の谷沿いに堆積させました。メアカン岳のハザードマップは小噴火と大噴火の2種類に分けており、大噴火のハザードマップはこの中町根尻火口で発生した数度の大噴火を想定して作成されています。これにより小阿寒湖西側が完全に埋められ、阿寒湖は現在の形に近づきます。しかし、まだ阿寒湖、ペンケ島、パンケ島はつながっています。7500年前には東の摩周火山がカルデラ形成噴火を起こし、カルデラ壁を越えてオアカン岳付近まで火砕流が堆積します。6000年前からはメアカン岳の主峰本町根尻、そして西山、北山が誕生します。本町根尻は主に安山岩やデイサイト溶岩によりメアカン岳の主部を構成していきます。西山は玄武岩質の単成火山です。北山は安山岩の大きな絶状溶岩を流出しました。航空写真では絶状溶岩の見事な形状とシワまではっきりと見えます。8000年ほど休止していたオアカン岳でしたが、およそ5000年前、二つ岳付近から珍しく爆発的噴火が発生し、軽石と火山灰を山麓に堆積させます。同じ時期に溶岩が西側及び南西側に流下します。オアカン岳は、その後2500年前までの間に、溶岩が北側と東側に多数流下します。これらの溶岩流により、旧阿寒湖は、阿寒湖、ペンケ島、パンケ島に分断され、阿寒湖はついに現在の形になりました。2500年前からは、オアカン岳で
小規模噴火が断続的に発生し、山頂火口群が形成されていきます。1000年前には、オアカン岳の噴火活動は休止し、現在まで穏やかな状態が続いています。2000年前、本町根首の南方で、阿寒富士が活動を始めます。阿寒富士は玄武岩質のごく新しい成層火山で、山体表面は黒々としたスコリアに覆われています。玄武岩溶岩が多数噴出しただけでなく、準プリニー式噴火も多数回発生し、広い範囲にスコリアを降下させました。初期の阿寒富士の噴火が歴史に記されることはありませんでしたが、薩門・オホーツク文化圏の人々は、阿寒富士が盛んに噴火する様子を目撃していたことでしょう。初期の活動は1000年ほど前に終えて、現在は静穏な状態を保っています。1000年前からは、目阿寒岳の本町根尻と中町根尻で噴火が発生しています。本町根尻山頂火口は、この時期に形成されたものです。700年前に本町根尻の旧火口が、400年前には中沼火口が開口します。1000年前からの目阿寒岳は、水蒸気噴火は頻発するものの、顕著なマグマ噴火は起こっていません。目阿寒岳が歴史に登場するのは昭和以降のため、それ以前の噴火記録は残っていませんが、地質調査からこの1000年間で少なくとも29枚の火山埋層の堆積が確認でき、そのうち10枚は1856年から1955年までの100年間に堆積しています。いずれも小規模な水蒸気噴火によるものです。有史以降は、本町根尻火口と中町根尻火口で水蒸気噴火が発生しています。目阿寒岳は、阿寒カルデラ内で現在最も活動が活発な火山です。しかし、目阿寒岳の活動史から見ると、この1000年間はマグマ噴出があまり活発でない時期であり、現在は目阿寒岳にとって比較的静穏な時期と言えるかもしれません。したがって、現時点では引き続き、本町根尻火口や中町根尻火口からの小規模な水蒸気噴火が最も発生可能性が高く、その場合に注意を要するのは、ほぼ登山者に限られます。しかし、目阿寒火山の長期的な活動史を見ると、1000年から3000年ほどの静穏期を挟んで噴火期を繰り返しています。そのため、将来また本格的なマグマ噴火が発生することになるでしょう。現在を静穏期と見る場合、すでに1000年を経過しています。また、本町根尻の火口温度が数百度に達することや、1998年の噴火では、新しいマグマに由来する火山ガラス片が微量ながら見出されたことなど、すでに新たなマグマが地下で活動していることも予測されます。したがって、水蒸気噴火と比較すると可能性は低いものの、本格的なマグマ噴火への警戒も必要です。ハザードマップが参考になります。阿寒の美しい風景は、過去100万年にわたってとどまることなく続いた変貌の痕跡です。これからも遠い未来まで変貌を続けることでしょう。